僕これね、高校の時にちょっと認識間違えちゃってたんですけど、ある程度こう科目によって先生が決まってたりするんですよ。この最後のやつに関しては当たり前のことなんですけれども、めちゃめちゃ難しいことです。ようこそ、薬剤師のお店カニのハービーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。今回の動画はですね、薬学生の方に対して勉強に集中するための環境づくりについてお伝えしていきます。僕自身第106回の薬剤師国家試験を受けた身で、薬剤師としては5年目ですね。私立の薬学部6年間経験してまいりました。その中で感じたのが、やっぱり薬学部って勉強がきついわけなんですよ。具体的に申し上げると、勉強の継続がきついわけなんですけれども、それを乗り越えるにあたって僕が意識していた点お伝えしていきます。今回の動画を見ていただいて、皆さんの薬学生ライフがより良いものになっていただければ僕は嬉しいです。動画の流れなんですけれども、まずはじめに薬学部のテストってどんな感じなのっていうのをお伝えさせていただいてから、僕が実際に行っていた勉強に集中するための3つの徹底したルールがありますので、これについてお伝えしていきます。全力で動画作っていきたいと思いますので、本日も応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、それではまずね、薬学部のテストってどんな感じなのっていう話をすると、これお話の前提としてご存知ない方いらっしゃるかなと思うんですけれども、がっつり勉強の期間を取って大学の定期試験を受けるのって1から3年生の時なんですよ。もちろん4年生から5年生に関しても定期試験はあったりするんだけれども、学年が上がるにつれて研究室の活動であったり実務的な実習っていうのが増えていくので、比率的に勉強に向き合ってる時間は1から3年生が長いわけなんですよ。で、難易度に関しては1から3年生に上がるにつれて上がっていきますし、科目数についても上がっていきます。そうですね、内容としては僕これね、高校の時にちょっと認識間違えちゃってたんですけど、薬学部ってなんか科学的なイメージがあるじゃないですか。なので計算とかいっぱいすんのかなと思ってたんですけれども、数学に関しても1、2年生でなくなっちゃって、3年生に関しては基本的に暗記科目が増えていくイメージでいいんじゃないかなと思います。なので僕は大学2、3年生ぐらいの時に、あれちょっと入学した大学間違えたかなと思っちゃいました。それはさておきですね。暗記科目が学年が上がるにつれて増えていくっていうイメージですね。そしてテストの回数についてなんですけれども、僕の大学の場合は1学年2学期制になっておりまして、前期と後期に分かれておりました。そしてそれぞれに中間試験と期末試験がありましたので、1学年で4回テストがあるっていう感じですね。難易度的にも後半にある期末試験の方が難しいものになっております。科目数については1年生の時はね、期末試験でも10科目いかないくらい、8、9科目くらいです。そして3年生になるにつれて、科目数が増えていくんですけど、最終的に3年生の期末試験では、12科目とか13科目とかあったりして、すごく勉強にね、苦労した覚えがありますね。僕は勉強を始める期間を決めていて、テストの1ヶ月前くらいからは、パソコン室とか、あとはカフェとかに行って、ずっと勉強していたイメージがありますね。薬学部のテストについてもう一つ認識していただきたいことがありまして、最初は一般的です。ということですね。皆さん、高校生の時とかってあんまり追載試験なかったですよね。僕の高校だと、30点未満取った方は赤点という枠組みにされていて、その方々は追載試験があったんだけれども、それ以外の方々、ほとんどの高校生の方々は、再試験がなかったんじゃないかなと思います。ただ、僕の薬学部の大学では60点未満の時点でその科目再試になるんですよ。これやばいですよね。60点なんて取るの簡単じゃんって思う方いらっしゃると思うんですけども、難しい科目だと学年の半分ぐらいが再試なんですよ。これやばくない？再試の科目数についてなんですけど、僕の周りだとそうですね、3、4科目が一般的だったんじゃないかなと思います。最初ね、1個も取らない人だと、すごい頭がいい、優秀な人だなっていう扱いを受けていましたね。なので皆さん、最初を取ってもメンタルやられないでください。一般的でございます。はい。ということで、薬学部の定期試験は1から3年生の期間が特に辛いぜということでした。はい、それでは皆さん、薬学部のテストについて少しお分かりいただけたかなと思うんですけれども、こっからが本題で、勉強に集中するために、じゃあどうやったらいいんじゃいということで、僕が意識していた点、3つほどご紹介していきます。まず1つ目が、バイト先の選定ですね。これは結構大事かなと思います。なんでかというと、先ほどもお話ししたように、薬学の勉強って難しいんで、テスト勉強の期間が、1ヶ月とか僕はね、やってたりしたんですけど、その中で、例えばね、アルバイト、週3回以上は必
ず出てくださいみたいな案件のね、アルバイト先とかだと、勉強に集中できなくなっちゃったりして、再試になっちゃったりしますよね。で、再試になるとね、お金とかがかかってくるんで、必死に勉強時間を削ってまで稼いだバイト代を再試代に当てるのって、これってもう元も子もないじゃないですか。そのような、状況にならないように、ある程度休みやすいようなアルバイト先を見つけるのがいいんじゃないかなと思います。僕の場合はそうですね、休みで言うと、全然2週間に1回とか3週間に1回出るのでも全然 OK なアルバイト先に行ってましたね。ということで、勉強するための環境づくり1つ目がアルバイト先の選定でした。それではお次なんですけど、僕がテスト勉強するにあたって意識していた点2つ目が過去問の入手をするということでございます。どの大学もそうだと思うんですけども、この学年のこの科目はこの教授の方が担当しますよみたいな感じで、ある程度科目によって先生が決まってたりするんですよね。問題の出し方っていうのはその先生の癖とかが影響してくるので、過去問の入手っていうのはした方がいいんじゃないかなと思います。じゃあどうやって入手するのっていう話なんですけど、やっぱり先輩とのつながりっていうのを大事にしといた方がいいんじゃないかなと思います。よく、薬学部に入学された時とかはいろんなね、部活とかに誘われるかなと思うんですけれども、その先輩と仲良くすることによって、過去問っていうのをもらうことができるんじゃないかなと思います。どうしてもね、縦のつながりとかを、うまくできない方のね、いらっしゃるかなと思うんで、そういう場合は、横のつながりとかでも全然過去問とかは、回してくれたりするんで、そういうね、友達との付き合いっていうのは、大事にしといた方がいいんじゃないかなと思います。それでは、これでラスト3つ目なんですけど、この最後のやつに関しては当たり前のことなんですけれども、めちゃめちゃ難しいことです。僕がテスト勉強をするために意識していた点、3つ目が授業をしっかり聞くということでございます。はい。皆さん、高校の時とかは1コマ50分とか60分だったんじゃないかなと思うんですけど、大学になると80分とか90分になってくるんですよ。1から3年生の時って1限から5限までびっしり勉強する期間が入ってきたりするんで、なかなかお昼ご飯を食べた後とかだと授業寝ちゃったりするんですよね。なので授業をしっかり聞いてなくてテストの成績を落としてしまうっていうことが割とあったりします。ただこのように授業をしっかり受けられなかったように再度見返せるように授業が録画してあったりするんですよね。そのようなサービスのある大学に関してはもう一度ね見直していただくのがいいんじゃないかなと思います。僕の場合はね苦手な科目に関してはしっかり授業に出た上で再度動画で1.5倍速とかで見返してましたね。動画だったりすると倍速でね見れたりするんで時間の短縮にもなるのでおすすめです。ただ皆さんあれですよ、ちゃんとね出席しないとそもそも単位をもらえなかったりするんで、欠席の数に関してはほどほどにしていただければなと思います。ということで僕がテスト勉強のために意識していた点、3つ目が授業をしっかり聞くということでした。はい。それでは皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回の動画は薬学部のテスト勉強、そしてその対策について僕の観点からお話しいたしましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり今思い返してみると、薬学部のテスト勉強の期間っていうのはすごく辛かった思い出がありますね。そして動画の最後に、おせっかいではあると思うんですけれども、4月から薬学部に入学される方に対してメッセージを述べさせていただくと、高校の時とは違って、大学では誰も手を差し伸べてくれません。自分で努力していくしかないんですよね。高校の時とかだと授業寝てたりするとね、親切に起こしてくれるね、先生とかいらっしゃったかなと思うんですけれども、大学になるとそういうのはないし、もう授業以外で知識を得るには自分から能動的に行動していくしかないんですよね。大学生活は薬の知識を学ぶためだけじゃなくて、友達との関係とか社会人になる前の準備段階のね、練習期間であると僕は考えておりますので、皆さんは自ら行動して人間としても成長していただきたいなということを切に願っております。このチャンネルはですね、このような感じで薬学生であるとか若手薬剤師さんに向けて今後も動画のコンテンツ発信していきたいなと思いますので、応援よろしくお願いいたします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しておりますので、薬局経営者様、薬剤師様、興味ある方いらっしゃいましたら概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。